続いてやってきたのはこちらです。静岡プラモクラブ合同作品展示会ということでね、これまでも大人の秘密基地でたくさん紹介してきているモデラーさんたちの作品を見ていきたいなと思います。今回はどんな変態さんに会えるのか楽しみです。早速お隣のブースから見ていきたいなと思うんですけれども、こちらはね、人形がすごく細かく表現されている。しかもね、いろんな動きで子供から大人まで動物もいますね。すごい、これどういうテーマなのかちょっとね、お話を聞きたいと思います。待っててくださいましたよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大橋と申します。よろしくお願いします。大橋さん、大橋さんはタミヤフェア毎回参加されてるんですか？個人的には毎回なんですけども、今回こういう形で展示させていただくのは実は初めてなんです。そうなんですね。私自称タミヤファンなんで。じゃあ念願のと言いますか。そうですね。ここに飾ってあるのは基本的に全部タミヤのキットです。そうなんですね。ちょっと作品いくつか見ていきたいなと思うんですけれども、なんかすごくなんでしょう、物語が広がっているように感じるんですが。そうですね。タミヤの製品は基本的にフィギュアと絡めた製品が多いんですね。で、僕も年60過ぎてるんですけど、子供の頃からタミヤの製品にすごく親しんでいて、タミヤのこういうミリタリーのキットっていうのは必ずフィギュアと一緒に物語が再現されてるんですね。で、そのフィギュアと車両と一緒になった物語っていうのを自分としてはもう子供の頃からすごい影響を受けていて、そういうのをなんとかやっぱせっかくタミヤさんのイベントなんで、今回はその車両とフィギュアを絡めた作品を持ってきました。車両もフィギュアもタミヤさんからもちろんです。もう全部オールタミヤです。オールタミヤ。当然です。なるほど、オールタミヤ。で出来上がった作品がたくさんありますけれども、この組み合わせ方はもちろん大橋さんが考えたんですね。そうですね。そこが作者としての個性の発揮のしどころで、単にそのキットに入ったものだけをただ3に作るだけじゃなくて、例えば箱絵に忠実に作るだとか、これなんかそうなんですけど、箱絵のパッケージそのままに再現するだとか。なるほど。これってもうそもそもこれがこういう箱絵なんです。発売されてそうなんです。箱の形がパッケージ。タミヤの有名な島村先生っていう画伯が作られた箱絵そのままにキットを再現したっていうことなんです。確かにいつも見るパッケージがちょっと立体的に。そうなんです。それをね、立体でどうしてもやりたかったんで、これはもうタミヤファンとしては一度やらねばならないという使命を持ってやりました。マスト、義務としてやってらっしゃる。これは当然の子供の頃からこの製品には親しんでいるんで、子供の頃にできなかったその技術っていうのを今の技術で再現したらどうなるんだろうということで力を込めて作りました。なんか子供の時に憧れていたものがなんか大人になって具現化するのってすごくね、素敵。なんだろう、仏語の魂100まで持っていますけど、やっぱりその子供の頃にやりたかったことを今の技術でなんとかやってみようっていう、そういう思いですね。なるほど。あとね、私個人的に気になったのは、これはですね、実はオランダに行ってきました。いつですか？オランダでですね、模型の世界コンテストがありまして、これも自分の夢だったんですが、一度そういう世界コンテストでチャレンジしたいなと思ってまして、それでこの作品を作りました。これはトラックの横に災害派遣って書いてあるんですよね。これはですね、今年の能登の震災の時の災害時の時の炊き出しの風景をジオラマにしたものです。日本人として日本の風景を再現するっていうテーマを持ってこのちょっと作品を作らせてもらいました。で、特にその炊き出しの風景で陸上自衛隊の方がこうやってその炊き出しをして被災された方々に食事を振る舞われているシーンをどうしても作りたかったんで、こういうシーンにしました。ちょっとテーマ的なところを伺ったんですけど、詳しく中のこだわりなどを説明していただいてもいいですか？ですね、まずはやっぱりその自衛隊員の方がこの後ろにちょっとこれ見えにくいんですけど、フィールドキッチンがあって、ここでカレーを作ってるんですね。この男性の方が、この奥にあるのがそうなんですけど、でそのカレーを作ってる人をこの
作ったのをここの真ん中シャツが配膳をしているっていうそういうシーンなんですね。実際オランダはい、オランダに行ってました。行ってはいなんか感じることはありましたか？オランダ行ってやっぱり初めての海外コンテストだったのですごく刺激いただきましたし、僕はタミヤの T シャツ着てたんですね。そしたらみんなやっぱりタミヤはツインスターはもう世界中でも知れ渡っているので、あとモデラー同士お互いにやっぱり「We are Tamiya's children」とか言って僕らはタミヤの子供たちだねっていうことでですね、握手して乾杯して毎晩楽しかったです。タミヤがなんか世界を超えて、その通りです、ね、はい、モデラーさんたちつないでくれているんですね。日本人として誇りに思いました。はい、簡単に自己紹介をお願いします。ペイントマイスターズというラジコンカーのボディをとにかく専門としたクラブになります。普通のねプラモデルの方がたくさんいる展示会の中でラジコンだけに専門としたクラブになりますね。確かにもうね本当に色とりどりのそうですね賑やかな世界が広がっていますけれども、はい、これはラジコンのこのボディの部分、ラジコンカーっていうのは裏側から塗装するんですよ。それはどうしてですか？結局ねラジコンってそこでもレースやってますけど走るとぶつかるんですよ。でぶつかった時に塗装が剥がれちゃったりするから。でもそうなるとこういうこの文字を書くときって反対側から書かないと全部ひっくり返すかって言うんですよね。だからこの文字例えば E とかね I とかっていうのも反対側から見たこうひっくり返した文字をマスキングする格好になるんで全てが全部逆の工程なんですよ。なるほど。だから本当にこう色を塗っていくときにじゃあ白塗って赤塗って青塗ってって塗り重ねていくんじゃなくて引き算なんです、全てが。だからもう本当にまず塗る前にどういう順番どの色から塗るっていうのを全て考えてからでないとスタートできないんですね。だからこれ今透明なところにこれから色を塗るんですよ。はいはいはい、で塗った後でこの黄色を剥がすとその剥がしたところまた透明になるんですよ。なるほど、でそういうことか。だからこの次の色を入れれるんです。黄色のままじゃなくてまたさらにここに色を重ねると。そうなんです。これなんかは基本的に結局キャラクターの部分を塗ってるんですけど、これはもう裏側から全て手書きで塗ってるんですね。手書き？シール貼ってるんじゃないんですよ。これを全て手で書いてるんです。大変ですね。そういうのをいろんな得意分野があるメンバーを集めたのがうちのクラブなんですね。なんかもう飽くなき探求心って感じがしますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ。簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい、中京 AFB の会の実行委員会の、メンバーの望月と申します。はい。望月さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すごい、ご丁寧に帽子も取っていただいてありがとうございます。何回か大人の秘密基地にも出ていただいて、実はこれ大人の秘密基地の時に作った時の作品で結構皆さん見ていただいて「望月さん YouTuber になったの?」とか言ってで結構上に上がってるんですよ。大人の秘密基地のジオラマ編で私のやつが再生回数がねなんか飛び抜けててもっと有名な人いっぱいいるんですけどなんでこんなおっちゃんはあれなのかなと思ってそれ記念するあれです。私大事に、今日はお持ちしました。本当に私は直接作品を拝見するのは初めてなんですけれども、やっぱりここからストーリーを想像するっていう楽しみ方ができる作品なんだろうなと思ってるんですけど、僕が一番大事にしているのはやはりその構図だとか今おっしゃったようなストーリーだからそれがすごく自分の中で消化して映画のワンシーンだとか、劇画の1コマだとかそういうところからこれかっこいいなとかある意味戦場のその悲惨さを表現するっていうことが僕のテーマなんで本当に物語っていうことをおっしゃっていただいてとっても嬉しいです。一番僕が大事にしているところなんです。望月さん、逆に戦争の合間のなんでしょう、ひとときの休息とか、そういうものを描いたものとかもありますか？おにぎり食べてます。日本兵さんで休息しているんです。はい。
握ってるのはおにぎりです。本当だ。はい左手におにぎりを持ってはいはい食べていらっしゃる。はいいや戦ってるとこが一瞬で、その戦場まで行く移動だとか、やっぱりそのご飯を食べたり、いろんなその部隊のその編成をするためにすごく時間がかかるんですね。もうそのコントラストを感じていただいて、やっぱそこに平和をこう希求するとかね、そういう気持ちを持っていただけると嬉しいですね。考えるきっかけになりました。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。